今日は今年3月にゼブラから登場したばかりのブレン 3C という多機能ペンを購入したので紹介していこうと思います。一見すると何の変哲のない多機能ペンなんですけれども、これまでなかった筆記振動を抑制することを重視した多機能ペンということで、実際にどれだけガタつきを抑えられているかなど皆さんに紹介していこうと思います。ブレないということからブレンという名前で、赤黒青の3カラーズなので 3C という名前がついています。シャーペンはついていないですね。佐藤大樹氏が率いる粘土というデザインオフィスがデザインした多機能ペンで、ペンの後ろ側はちょっと独特な形状となっていて面白いですよね。値段は440円となっていて、非常に手を出しやすい価格かなと思います。ゼブラはデルガードというシャーペンを出していて、それが大ヒットしたことを受けて、極小デルガードシステムが搭載されたデルガードプラス 2C という多機能ペンが登場しました。今回のブレンも同じように、もともと単色ボールペンがあって、それが大ヒットして多機能ペンにも登場したというモデルとなっています。ゼブラは商品がヒットしたら多機能ペンに落とし込むのが得意なようですね。同じブレンという名前を使っていることから、元の単色ボールペンとできるだけ形を変えないようにしているのが見受けられます。有名なデザインオフィスがデザインしたということで、結構面白いデザインなので詳しく見ていこうと思います。ペンの上部の断面は楕円形になっていて、先端に行くにつれて徐々に円形になる造形となっています。クリップやレバーの形状をうまい具合に工夫することで楕円を作り出しております。後軸からグリップ、それから口金に行くまでに段差がなくて、滑らかな直線的な形状になっているので、握った時に何も気になるところがないですし、全長が長いおかげでクリップが手に干渉するということもなくて、ストレスフリーなデザインになっています。一番多く使われる黒色のレバーを一番大きくしているということで、黒色は結構ノックがしやすくなっています。感動したポイントが一つありまして、それが引く際に手に触れる部分がラバー素材でできているということですね。多機能ペンの引き手っていうのは樹脂でできているものが多くて、結構滑りやすくなったりするんですよね。ラバー素材にすることによって、赤と青は結構小さい引き手なんですけれども、それでも滑らずにノックができるようにかなり賢く工夫がされています。こういうちょっとした工夫っていうのはいいですよね。ただ単色のブレンの造形を元に多機能ペンにしているということで、ちょっと無理があって違和感があるデザインかなと思いました。単色のブレンのようにシンプルで美しい機能美というわけではなくなってしまっているかなと思います。あとは樹脂の軸の表面の質感も単色と比べて多機能ペンの方が若干安っぽくなってしまっているので、かなりそこは残念だなと思いました。せっかくなら同じくらいの質感にしてほしかったですね。値段が400円で抑えられているのは本当にすごいと思うんですけれども、その反面安っぽさが目立ってしまっているかなと思う多機能ペンです。この角度から見るとなんだかアリクイの顔に見えますよね。クリップの内側の出っ張りは入り組んだような形状に改良されているので、若干挟む力が向上されています。口金は金属で、グリップはラバー、それから軸は樹脂でできております。口金に金属が使われているので低重心と謳っているんですけれども、重心は真ん中ぐらいにあるので低重心というわけではないです。多機能ペンはペンの後ろ側にギミックが多く使われているので高重心になりがちなんですけれども、高重心を回避できているというのは評価できるかなと思います。多機能ペンと単色ではリフィルが違っていて、だいぶ多機能ペンの方が容量が少なくなっているかなと思います。それでも同じ110円なので、ランニングコストは多機能ペンの方がかなり高くなっているので、もし一色のみで使われるという際は、単色のブレンを買うことをお勧めします。単色のブレンは芯がたわまないように太くなっているんですけれども、3C の多機能ペンに使われるリフィルは細いのでかなりたわみやすいです。なので筆圧をかけた時に単色のブレンよりも沈みやすくなっているので、ほんの少し安定感が劣ってしまっているかなと思いました。たださすがブレーンということで、先端に搭載されている黒いパーツがしっかりとガタつきを抑えてくれています。これをダイレクトキャッチというんですけれども、その黒いパーツは口金とは別のパーツになっていて、ガタつきを抑制するためだけにあるパーツなので、かなり精密に作られています。普通の多機能ペンは口金自身がリフィルを固定しているので、精度を高めすぎると不良品が出やすくて口金ごとダメになってしまうので、製造するときにリスクがあるんですよね。
ブレーンの場合はもし穴が小さすぎて不良品になってしまったとしてもかなり小さい樹脂のパーツなので1個あたりのコストがかなり低いということからギリギリを攻めることができているんじゃないかなと勝手に考えております。この写真からもかなりガタつきが抑えられているのがお分かりいただけると思います。軽くて安定感もあってスラスラと描けるので普段使いの多機能ペンとしては本当によくできていて非常に完成度が高いですね。エマルジョンインクが搭載されているんですけれどもちょっとダマができてしまいます。インクは中の上といった感じですね。自分は 0.5mm を買ったんですけれども 0.7mm もありましてちょっと自分の 0.5mm は線が細すぎるかなと思ったのでもし買われる際は 0.7mm が無難かなと思います。440円で買えてガタつきが大きいという多機能ペンの概念を吹き飛ばした素晴らしい製品となっています。500円以内の多機能ペンをお探しの方にはこれはかなりお勧めできるかなと思いますね。ただ安いのは本当にいいんですけれどもコストを抑えすぎた感はどうしても否めないです。質感がちょっと失われていますしちょっと違和感のあるデザインなんですよね。文房具好きの自分からするとなんかいまいちインパクトが足りないかなと思ってしまいます。個人的には1000円以上してもいいので金属リフィル、金属ボディにしてデザインのシンプルさを重視するために振り子式を採用した高級ブレンが出てほしいなと願っております。あんまり売れないと思いますし時間がかかると思うのでさすがに厳しいでしょうかね。ということで今日はゼブラのブレン 3C の紹介でした。この価格で抑えられているのは正直かなり驚きです。ではまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。